今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。穏やかな気持ちになれる詩と短編の物語をお楽しみください。眠りの世界へと導くため、主人公が気持ちを詩に込めて歌います。オリジナルストーリーを7話をご用意し、皆様に少しでも夜の安らぎを感じていただければ幸いです。当チャンネル眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。月夜の短編集。佐々木遥は、その日が来るのをずっと待っていた。海辺の村に降り立ち、彼女はゆっくりと、かつて自分が迷子になった森への道を歩き始めた。空は薄暗く、星々がちらほらと見え隠れしている中、満月だけが明るく輝いていた。遥は小さなノートとペンを持っていた。彼女の目的は、過去の恐怖を詩にすること。月明かりのもと、かつてのトラウマを乗り越えるための儀式のようなものだった。森の入り口に立つと、幼い頃の記憶が鮮明に蘇ってきた。あの時、彼女はただ一つの明るい月を見上げていた。それが今夜も同じで、何かが循環しているような気がした。森は静かで、ただ木々が風にそっと揺れる音が聞こえる。遥は深呼吸をして一歩一歩恐れを受け入れながら歩を進めた。そしてかつて迷った場所にたどり着くとそこに座り込んだ。月光が葉を通して彼女の顔に落ちノートを開いた。ペンが紙に触れ彼女の内面の声が詩として流れ出した。月よ。かつての私を照らした月よ。今宵もまたその光で導いてくれ。恐れていた森も、今はただの場所。月の光に抱かれて、私は言葉を紡ぐ。詩を書き進めるにつれ、遥の心は次第に軽くなっていった。恐怖ではなく、美しい自然と和解していく感覚が彼女を満たしていく。最終的には月の下で過ごした時間が彼女にとっての癒しとなり、新しい詩の集まり、月夜の短編集の最初の一編が完成した。佐々木遥は森での一夜を経て、新たな自己との対話を深めていった。彼女が次に訪れたのは、村の外れにある小さな海岸だった。海岸には古びたベンチが一つあり、そこからは広大な海と空が一望できた。満潮時には波が岸辺の石を優しく打つ音が聞こえ、潮の香りが空気を満たしていた。彼女はベンチに座り、海を見つめながら再びノートを開いた。星がポツポツと現れ始めた空を見上げ、遥は詩の新しい一行を思い浮かべた。星よ。遠い昔からの光よ。海の上に静かに輝いて、私の心にも明かりを灯す。この夜は特別な夜だった。彼女は自分の中に溢れる感情とともに、星空の美しさを詩に綴ることで、内なる平和を見つけようとしていた。星の光は遠くからでも彼女の心に届き、彼女を包み込むような温かさを与えてくれた。しばらくして一人の老人がベンチに近づいてきた。老人は遥の隣に座り、静かに海を眺めた後、話し始めた。若い頃はよくここで星を眺めたものだ。君のように詩を書くこともあった。と彼は言い、遥と彼女の詩について話を交わした。遥は老人の話に耳を傾けながら、彼の言葉から新たな詩のインスピレーションを受け取った。老人は遥に自然と向き合うことの大切さを教えてくれた。彼の言葉を聞き、遥はさらに深く自然と対話することの意味を理解し始めた。
夜が更けていくにつれ、遥かは新たな詩をノートに書き加えた。老人と星と語り合い、海の音を背にして、過ぎ去りし日々を思う。今宵は星と共に。この夜、遥かは自分の内面と向き合う旅を続けることを誓った。星空の下、彼女の心はさらに成熟していき、詩は彼女の感情の鏡となって、彼女自身と読む人々に平和をもたらした。佐々木遥は朝早く目を覚ました。夜明け前の静寂の中で、彼女は村の外れに広がる一面の草原へと向かった。夜の冷え込みで草原は露で濡れ、それが朝日に照らされると、まるで無数の小さな宝石が敷き詰められたように輝いていた。彼女はこの美しい光景に心を奪われ、草原の中央に座り込んだ。草の上に座ると、遥はノートを取り出し、自然が目の前に展開する絵画のような美しさに、インスピレーションを受けて詩を書き始めた。朝露の光。草原を彩る小宇宙。私の心にも静かな光を落とす。この詩を書き終えると、彼女は深く息を吸い込んで、自然の新鮮な空気を感じた。朝日が徐々に高く昇るにつれて、遥は自然との一体感を深め、内面の声がさらに鮮明に聞こえてきたように感じた。その時、遥の近くに小さな動物たちが現れ始めた。リスや小鳥たちが朝の食事を探している様子を見て、彼女は彼らの生命力と朝の穏やかさから新たな詩のインスピレーションを得た。小さな命よ。朝の光の中で踊る。君たちの軽やかな足音に、私の心も軽くなる。遥は朝の時間が経つのを忘れ、詩を書き続けた。自然との対話を通じて、彼女自身も変わり始めていることを感じていた。この草原で過ごした時間は、彼女にとって新たな発見となり、自分自身の内面とより深く向き合う機会を与えてくれた。彼女は最後に朝露に感謝の詩を捧げた。露のつぶつぶよ。朝日に照らされて光る。君たちの一滴一滴が、私の心にも新たな光を。この詩を書き終えた遥は、深い満足感を覚えながら、草原を後にした。彼女の心は、自然との深い結びつきを感じながらも、次なる創作への道を模索し始めていた。佐々木遥は、草原での朝の体験から数日が経ち、今度は村の古い風車のある丘へと足を運んだ。丘の上に立つと、遠くまで広がる景色と、そよぐ風が彼女を迎えた。風車の羽がゆっくりと回る音は、彼女にとっては何とも言えないリズムとメロディーを奏でていた。遥は風車の下に小さな木製のベンチがあるのを見つけ、そこに腰を下ろした。ノートを開き、周りの自然が奏でる音に耳を傾けながら詩を書き始めた。風よ。遠くから吹き抜ける。古の風車を回し続ける力よ。私の心にも新たな旋律を吹き込んでくれ。遥はこの風が遠くの地からどんな物語を運んできたのかを想像した。風が過去に触れたであろう場所、人々の喜びや悲しみが彼女の心にも伝わってくるようだった。彼女はその感覚を詩に込め、次の一編を綴った。風に乗せて遠くへと旅をする言葉たちよ。私の願いを運んで世界の果てまで届けてほしい。そこには未知の喜びが私を待っている。遥は風車の羽が風を受けて回る様子をじっと見つめながら、人生の多くの段階がこの風車のように一つ一つの瞬間に意味があると感じた。彼女自身もその一部であり、
自分の想像力を通じて何かを動かしているという実感が湧いてきた。この日は夕暮れ時になると空は美しいオレンジ色に染まり始めた。その光景に触発され、遥かはさらに詩を書き加えた。夕焼けよ。日の終わりを告げる美しい光よ。私の心にも穏やかな終章を。今日という日が美しい思い出となるように。遥かは夕日が沈むのを見ながら、この風車の丘での時間が彼女にとってどれだけ価値あるものかを再確認した。自然との一体感、そして自分自身の内面と向き合う時間は、彼女に新たな創作のインスピレーションを与え、心の平穏をもたらしていた。遥かは、この旅を通じて、自分の内なる声と自然との調和を学んだ。旅の最後に、彼女は再び海辺の村に戻り、すべてが始まった場所、月明かりの下の静かな海岸へと足を運んだ。ここで彼女は月夜の短編集の最後の詩を書く決意を固めていた。海の波は静かに岸を洗い、遥かは砂浜に腰を下ろし、ノートを開いた。すべての経験が彼女の心に深く刻まれている中で、彼女は詩の言葉を紡ぎ始めた。月よ。再びここに帰ってきた私に、過去の夜から今夜へと続く光を示して、この旅の終わりに、新たな始まりを。遥かは月夜の光の下で過ごした時間が自分自身を再発見する旅であったことを感じていた。月の光は彼女の過去の影を照らし、未来への道を照らす灯台のようであった。すべての夜を超えて、心に響く詩の声を聞きながら、私は新たな自分自身を見つけた。月光の下、確かな足取りで歩む。彼女は最後の詩を書き終えた時、深い安堵感を覚えた。この旅で得た洞察と自然との対話から生まれた詩は、遥かにとって新たな創作の源泉となった。遥かは立ち上がり、ゆっくりと海を見渡した。波の音、風の音、そして自分の心の音が一つになる瞬間を感じながら、彼女はこの場所から持ち帰る無数の詩と共に新たな日々へと歩き出した。この月夜の短編集は彼女の人生の一生を締めくくるとともに次の章への扉を静かに開いた。夜明けの詩。達也は疲れを感じていた。仕事の日々に追われる生活から何か新しい息吹を感じたくて、彼は小さな海辺の町へと向かった。静かで空気が澄んでいるこの町で、彼は久しぶりに心が穏やかになるのを感じた。町の小道を歩きながら、彼はふと立ち止まり、海を見た。朝日が水面にキラキラと反射している。その美しさに心を奪われ、彼はポケットからノートを取り出し、ペンを走らせ始めた。静けさが包む朝の光に赤く染まる海を眺めている。心地よい風が昨日の疲れを洗い流して新たなページを開く勇気をくれる。潮の香りが過去の記憶を呼び覚ます。波のリズムが時間を忘れさせてくれる。ここは失われた詩の言葉を取り戻す場所。私の心を再び詩で満たすための聖地。ノートを閉じ、達也は深く息を吸い込んだ。何年ぶりかで感じる創作の喜び。この街で彼はまた詩を書きたいと強く思った。達也は毎朝の散歩を新たな日課としていた。海辺を歩きながら彼は日々の変化を感じ取ることができた。ある朝、彼の目に飛び込んできたのは地元の小学校で行われている詩の朗読会の告知だった。
子供たちが詩を朗読する様子を想像するだけで、彼の心はワクワクした。朗読会の日、達也は期待に胸を膨らませながら、会場へと足を運んだ。会場には地元の親たちや、他の興味を持った町の人々が集まっていた。子供たちの一人一人が前に出て、自分の詩を読み上げる。純粋で直接的な言葉が、達也の心に深く響いた。彼らの詩を聞いて、達也は自分も何かを表現したくなった。彼は主催者に頼み、急遽参加することにした。彼が朗読した詩は、街の風景や海の美しさをテーマにしたもので、聴衆からは温かい拍手が送られた。朗読会が終わった後、達也は自分の感動を詩にしたためることにした。彼は海辺に座り、新たに書き始めた詩を朗読する。子供たちの声に導かれ、僕は忘れかけていた言葉を取り戻す。純粋な心から生まれる詩は、僕の中の埋もれていた感情を解き放つ。波の音がリズムを刻み、朝の光がページを照らす。ここにいるすべての生きとし生けるものが、僕の詩に息吹を与える。僕はまた、この街で詩を書き続ける。子供たちのように純粋に、波のように自由に、そして朝日のように明るく。この詩をノートに記した達也は、新たな日々が始まったことを感じていた。彼にとって、この街は詩を通じて自己表現を深める場所となっていった。朗読会の感動がまだ新しい中、達也は地元の図書館を訪れた。彼は詩についてもっと学びたいと思っていた。図書館は静かで落ち着いた場所で、達也はそこで多くの時間を過ごすようになった。ある日、彼が詩集を手に取っていると、図書館員の一人が声をかけてきた。彼女は達也が持っている詩集について、興味深いコメントをし、二人は詩についての話で盛り上がった。図書館員の名前は水木といい、彼女も個人的に詩を書いているという。水木は達也に街で詩の朗読会を定期的に開くことを提案した。達也はこの提案に興味を持ち、水木と共に計画を進めることにした。二人は街の異なる年代の人々に詩の寄稿を呼びかけ、幅広い視点を集めたアンソロジーを作ることを目指した。彼らはまず学校、老人ホーム、カフェなど街の様々な場所で寄稿の呼びかけを行った。多くの人がこのプロジェクトに興味を示し、詩の寄稿が次々と集まってきた。達也と水木は寄せられた詩を読み、選定作業に取り組んだ。このプロジェクトを通じて、達也は街の人々の多様な思いや生活が詩として、どのように表現されるかを学んだ。彼は特に若者と高齢者からの詩に感動し、これらの世代間のギャップを埋めるかのような共感を覚えた。水木との作業が進むにつれ、達也は新たな詩を書くインスピレーションを得た。彼はこの経験から生まれた詩を朗読会で発表することにした。集められた言葉たちが新しい物語を紡ぎ出す。多様な声が一つになり、この街の空気を満たす。若き日の夢と老いた日の静けさ。それぞれの時間がこの場所で重なり合う。私たちは皆違う道を歩いてきた。それでもこの街で詩を通じて一つのコミュニティを形成する。共に作る喜びを詩に託して。この詩は朗読会で大きな感動を呼び、達也はさらに多くの人々と深いつながりを築いていくこととなる。この街での日々は達也にとって人生における新たな章となった。達也と水木の企画した詩の朗読会が街で注目を集めるようになってきた。アンソロジーの編集作業も
佳境に入り、二人は寄せられた詩の中から、特に印象的な作品を選び出していた。ある朝、達也は海辺を散歩していると、ふと昔読んだ詩が心に浮かんだ。それは、若い頃に感動した作品で、彼の詩人としての原点とも言えるものだった。この詩の感覚を、現代の街の風景に重ね合わせて、彼は新たな詩を書くインスピレーションを得た。海が語る古い物語に耳を傾けてみれば、風が運ぶ言葉たちが時を超えて私に届く。ここに集まるすべての人々の声と、その背景にある無数の生き様。それぞれが織りなす糸が、この街の大地を彩るタペストリーとなる。私たちは、それぞれ異なる色を持ちながら、同じ風景の中で息をしている。私の詩は、その一部を切り取り、一瞬の美を永遠に変えるための試み。この詩は、アンソロジーの冒頭に掲載されることに決まり、達也は街の人々に自分の心の内をさらけ出すことで、より多くの共感を呼ぶことができた。アンソロジーの完成に向けて、達也と水木は、さらに多くの人々を巻き込んでいく。彼らは、街中のカフェ、図書館、学校で朗読会を開催し、参加者に自分たちの詩を読んでもらうイベントを企画した。これらの朗読会は、多くの人々に支持され、参加者からは、自分も詩を書いてみたいという声が、次々と上がった。街全体が、詩の力でつながり、共有される体験となった。朗読会の一環として、達也は自分の詩を朗読する機会を持ち、その際に新たに書いた詩を披露した。この街の朝はいつも新しい物語を紡ぎ出す。私たちの足元に広がる砂浜は、無数の足跡で満たされ、それぞれが語る詩。海からの贈り物は、潮の香りとともに、私たちの日々に彩りを加える。そして私はこの風景を詩に託して、これからも物語を紡ぎ続けるだろう。この詩は特に感動を呼び、達也の名前は街中に知れ渡ることとなった。彼の詩が人々の心に新たな光を灯し、街の文化に新しい息吹を吹き込んでいった。アンソロジーの発表とともに、達也は街中の注目を集める存在となった。彼の詩は多くの人々の心に響き、街全体に詩の文化が芽生え始めた。この成功を背景に、達也は自分の詩集を出版するための契約を結ぶことになった。彼は出版社との打ち合わせのため、いつものカフェに座っていた。窓の外を見ながら、彼は新しい詩集の構成を考えていた。そんな中、達也はふと、この街での経験すべてが、彼の詩人としての道を形作っていることに気づいた。彼は新たな詩を書き始めた。それは街での生活、出会った人々、共に過ごした時間のすべてを綴った作品だった。ここに集う、各々の声が交錯する場所で、私は詩という形を通じて、無数の糸をつなぎ、新たな絵を描く。この街が教えてくれたのは、共感という宝物。それは私の詩を通じて、さらに多くの人々に届けられるだろう。ここでの日々が私に与えたものは計り知れない。これからもこの風景の一部として詩を紡ぎ続ける。この詩は詩集の最後に掲載され、読者に深い感動を与えることとなった。達也は自分の詩がより多くの人々に届くことになり、詩人としての自己実現を果たした。この街での経験が彼の人生に新たな方向性を示し、彼は書くことの喜びを再認識した。彼の詩集の発表は大成功を収め、地元の図書館や学校で彼の作品が教材としても用いられるようになった。達也の詩は
街を越え、広い世界へと広がっていった。彼はこれからも、新しい死を紡ぎ続けることを誓い、毎日を死と共に過ごしていく。星を数える夜。夜、街の明かりが遠くに見える小高い丘の上、風が静かにそよぎます。主人公の春は、一枚の毛布を広げて、夜空を見上げていました。星々がしば叩いては、彼の思考を遠くへと誘います。星を数えながら、春は日常を忘れ、心の中で詩を紡ぎ始めます。星のささやき。静寂の中で星がささやく。遠い記憶の明かりを灯す。春はいつものように仕事で疲れた体を引きずりながら、この丘にたどり着きました。彼にとって、この場所は特別な意味を持っています。ここは彼が子供の頃に父親と一緒に星を見た場所であり、大人になった今でも彼の心の中で唯一変わらない安らぎの場所なのです。街の喧騒から離れたこの丘はまるで別世界のよう。春は毛布を広げ、ゆっくりと横になります。目を閉じて深呼吸をすると、都会の生活で忘れかけていた自然の香りが鼻をくすぐります。そして目を開けると、無数の星が彼を迎え入れてくれました。星々はまるで昔話をするように春に語りかけてきます。彼はその声に耳を傾け、心の中で答えます。星のささやきは彼の日々の疲れを癒し、新たな力を与えてくれるのです。春は星を数え始めます。一つ、二つと数を重ねるごとに、彼の心は徐々に軽くなっていきます。星の光は彼の心の中にある暗闇を照らし出し、希望の光を灯します。そして彼は詩を紡ぎ始めました。星のささやきに耳を傾けながら、彼は自分の内面と向き合い、言葉を紡ぎ出すのです。この詩は春にとって大切なものです。星の光に導かれながら、彼は自分の心の中にある感情や思い出を言葉に変えていきます。そして、それらの言葉は彼の心の中で永遠に響き続けるでしょう。夜が更けていくにつれ、春の心は静かな旋律に包まれます。月が空高く昇り、その柔らかな光が丘を照らし出します。春は月の光を浴びながら心の中で歌を紡ぎ始めます。夜の歌。月が静かに歌う夜の調べ。心の奥深く響く旋律。彼の心は日々の忙しさを忘れ、穏やかな時間の流れに身を任せます。月明かりのもと、春は自分の内面に耳を傾け、感じたこと、考えたことを言葉にしていきます。彼の詩は夜の静寂に溶け込み、月の光とともに遠くへと響いていきます。春はこの丘で過ごす時間が自分にとってどれほど貴重なものかを再認識します。星々の光と月の歌が交わる中、彼は自分の感情や思い出を振り返り、それらを詩に変えていきます。彼の詩は彼自身の心の奥深くにあるものを表現しています。時間が経つにつれ、春の心はさらに穏やかになります。彼は自分の中に秘めていた感情や思い出を詩に変えていきます。彼の詩は彼の心の中で静かに響き、彼を癒し、励まし、そして導いてくれます。星空の下で、春は自分自身との対話を続けます。彼は自分が何を大切に思い、何に感謝しているのかを星の光の下で改めて確かめるのです。そして彼は詩を通じて自分の感情や思い出を表現し、共有することの大切さを理解します。やがて、春は自分の心の中にある豊かな感情を詩にしていきたいと思います。星空の下、彼は新たな一歩を踏み出すことを決心します。そして彼は詩を通じて自分自身と向き合うことの大切さを再認識するのです。風が丘を渡り、春の周りを優しく包み込みます。彼は風の音に耳を傾け、その音が運ぶ言葉に心を開きます。星々の光が彼の周りを照らし、風が記憶を呼び覚ます。風の記憶。風が運ぶ忘れかけた言葉。葉を揺らすように
心を揺さぶる。春は風が運んでくる言葉に耳を傾けます。それは遠い過去の囁きのようであり、彼の心に深く響きます。風は彼の記憶の中に眠っていた言葉を優しく、しかし確かに呼び覚ましていきます。彼は風に乗ってくる言葉を一つ一つ拾い上げ、それを詩に変えていきます。風が運んでくる言葉は、彼の日常では忘れがちな大切なものを思い出させてくれます。それは愛する人の笑顔であったり、子供の頃の無邪気な遊びであったりします。星空の下、春は自分自身と対話を始めます。彼は風が運んでくる言葉を通じて自分が何を大切に思い、何に感謝しているのかを再確認します。風は彼の心の中に新たな言葉を吹き込み、彼の詩を豊かにしていきます。やがて春は風の記憶を詩にしていきます。彼は風が運んでくる言葉を大切にし、それを通じて自分の心を表現します。風の記憶は彼の心の中で永遠に生き続けるでしょう。そして彼はその記憶を胸に新たな一歩を踏み出す準備をします。星空の下、彼は自分だけの詩を見つけ、それを大切にしていくのです。星々の光がより一層輝きを増す中、春は心の中に明かりを灯し始めます。彼は星の光に照らされながら自分の内面を見つめ直し、心の中にある小さな光を見つけ出します。心の明かり。星の光に照らされて見つけた小さな光。心の中に明かりを灯し、温かさを感じる。春は星空の下で過ごす静かな時間が日常の忙しさや雑音から離れ、自分自身と向き合う大切さを教えてくれることを実感します。彼は星々の輝きの中で心の中にある小さな光を大切にし、それを育てていくことの重要性を理解します。彼の周りには無数の星が輝いています。それぞれの星は春にとって特別な意味を持ち、彼の心の中にある小さな光を照らし出してくれます。春はその光を追いかけながら自分の心の中にある温かさを感じ取ります。星の光は春の心の中に新たな希望を灯します。彼は星の光に導かれながら自分の心の中にある暗闇を照らし出し、心の中にある小さな光を見つけ出します。そして彼はその光を通じて自分自身の感情や思い出を表現し始めます。やがて春は星空の下で見つけた穏やかさと詩を通じて感じた豊かな感情を胸に新たな一歩を踏み出すことを決心します。彼は星の光に照らされながら自分の心の中に明かりを灯し、温かさを感じることができるのです。星空の下で春は自分だけの詩を見つけ、それを大切にしていきます。彼は星々の輝きの中で日々を豊かにする小さな発見や感動をこれからも詩にしていきたいと思います。星空の下、すべての人が自分だけの詩を見つけられるように春は願っています。星々の導きを受け、春は新たな旅への一歩を踏み出します。彼の心にはこれまでの章で紡いだ詩とともに言葉の花束が積もっています。星空の下、彼は自分の道を歩み始めます。明日への扉。星の導きに従い、歩みを進める。心に積もった言葉の花束を抱えて、春は星々が照らす道を信じて歩きます。彼の心には、これまでの夜に感じた感情や思い出が言葉の花となって咲き誇っています。星々の光は彼に明日への道を示してくれます。彼は星空の下で見つけた自分だけの詩を大切にしながら、日々の生活に戻ります。しかし、今度は心に新たな光を持って、星々の輝きは彼の日常を豊かにし、彼の心に新たな感動をもたらします。春は星空の下での時間が自分にとってどれほど貴重なものであったかを理解しています。星々の導きを受けながら、彼は自分の心に積もった言葉の花束を抱え、明日への扉を開きます。この夜、星を数えながら、春は自分だけの詩を見つけました。星々の輝きの中で、彼は日々を豊かにする小さな発見や感動を、これからも詩にしていきたいと思います。星空の下、すべての人が自分だけの詩を見つけられるように、春は願っています。
そして彼はその願いを胸に新たな一歩を踏み出すのです。雲の上の物語。高い空の上、雲の間を旅する一人の女性、ユイがいました。彼女は天空の旅人であり、その翼は言葉と詩でできていました。彼女の日常は空の上で見つけた言葉たちを詩にすることで彩られていました。それはただの趣味ではなく、彼女の心を鎮め、世界をより深く感じさせる手段でした。朝日が雲の切れ間からこぼれるとき、ユイは目を覚ます。新たな一日が詩に満ちた言葉を運んでくる。静かな朝の光よ。私に平和を教えて。君のぬくもりをこの心に宿して。ユイは朝の光が雲の間から差し込むのを見ると、その美しさに心を奪われ、詩の言葉が自然と湧き上がってきました。彼女はその言葉を大切に集め、心の中で温めながら詩を紡ぎ始めます。朝の光は彼女にとって新しい始まりであり、詩作のインスピレーションでした。ユイの詩は孤独や愛、希望や夢を語り、聞く者の心を穏やかにします。そしてそれぞれの詩は日々の生活の中で私たちが忘れがちな小さな美しさや喜びを思い出させてくれるのです。彼女の物語は雲の上の彼女の小さな世界で繰り広げられ、私たちに大切なことを教えてくれます。それはどんなに高く飛んでも心の中にある言葉と詩の力を信じることです。ユイの旅は彼女の詩と共に永遠に続いていくのです。風が雲を押し分けてゆくように、ユイの思いも空を駆け巡ります。彼女は自由に空を飛び、心の中で詩を紡ぎながら風の声を聞きます。それは彼女にとって大切な人へのメッセージを運ぶ手段でした。風が雲を押し分けてゆくように、彼女の思いも空を駆け巡る。風よ、私の声を運んで、遠く離れた愛する人へ、この詩を届けて。ユイは風に乗せて詩を送ります。彼女の言葉は風に乗って遠くへと旅をします。彼女はその言葉が愛する人のもとへ届くことを願いながら、次の詩を紡ぎ始めます。風は彼女の願いを受け取り、それを世界の果てまで運んでいくでしょう。彼女の詩は愛と慈しみに満ちており、読む人々に温かい気持ちを与えます。ユイの物語は雲の上の彼女の小さな世界で繰り広げられ、私たちに大切なことを教えてくれます。それはどんなに遠く離れていても、心と心は言葉を通じてつながることができるということです。ユイの旅は彼女の詩と共に永遠に続いていくのです。ユイはその静寂を愛し、彼女の詩に生命を吹き込みます。彼女は雲の上の世界で唯一無二の存在であり、その孤独は彼女の創造性の源でした。雲の上は時に孤独に満ちている。ユイはその静寂を詩にする。雲よ、君は私の唯一の友。共に流れゆく孤独を美しい詩に変えよう。ユイは雲の上の寂しさを受け入れ、それを詩の言葉に変えることで自分自身と向き合います。彼女は雲を友とし、その移り変わる形を眺めながら新しい詩を紡ぎ出します。雲は彼女にとって変わりゆく世界の象徴であり、その変化を通じて彼女は常に新しいインスピレーションを得ていました。彼女の詩は孤独の中にも美しさがあることを教えてくれます。ユイの物語は雲の上の彼女の小さな世界で繰り広げられ、私たちに大切なことを教えてくれます。それは孤独もまた創造的な力を持つことができるということです。ユイの旅は彼女の死とともに永遠に続いていくのです。夜が訪れると星たちがユイの周りできらめき始めます。彼女はその光に導かれ、詩の言葉を紡ぎ出します。星たちは彼女に永遠の物語を囁き、ユイはそれを詩に託します。夜が訪れると星たちが囁き始める。ユイはその話を聞きながら詩を紡ぐ。星よ、
君たちの永遠の光に導かれ、私もこの言葉たちを永遠へとつなげよう。ゆいは星々の囁きに耳を傾け、それぞれの星が語る古い物語や秘密を聞き取ります。彼女はそれらを詩の中に織り交ぜ、夜空の美しさを言葉で表現します。星たちの光は彼女の詩の中で永遠に生き続けるでしょう。彼女の詩は宇宙の広がりと深さを感じさせ、読む人々に無限の可能性を思い起こさせます。ゆいの物語は雲の上の彼女の小さな世界で繰り広げられ、私たちに大切なことを教えてくれます。それは星々の光のように、私たちの言葉もまた時間を超えてつながり、影響を与えることができるということです。ゆいの旅は彼女の死と共に永遠に続いていくのです。夜が訪れると星たちがゆいの周りできらめき始めます。彼女はその光に導かれ、詩の言葉を紡ぎ出します。星たちは彼女に永遠の物語を囁き、ゆいはそれを詩に託します。夜が訪れると星たちが囁き始める。ゆいはその話を聞きながら詩を紡ぐ。星よ、君たちの永遠の光に導かれ、私もこの言葉たちを永遠へとつなげよう。ゆいは星々の囁きに耳を傾け、それぞれの星が語る古い物語や秘密を聞き取ります。彼女はそれらを詩の中に織り交ぜ、夜空の美しさを言葉で表現します。星たちの光は彼女の詩の中で永遠に生き続けるでしょう。彼女の詩は宇宙の広がりと深さを感じさせ、読む人々に無限の可能性を思い起こさせます。ゆいの物語は雲の上の彼女の小さな世界で繰り広げられ、私たちに大切なことを教えてくれます。それは星々の光のように、私たちの言葉もまた時間を超えてつながり、影響を与えることができるということです。ゆいの旅は彼女の死と共に永遠に続いていくのです。ささやかな幸せ。風が静かに街を撫でる夜。街灯の下、一人の人物がいつもの公園のベンチに座っていた。その人物、名を春という。彼は日常の中で見つけた小さな発見や感動を詩という形で紡いでいくのが趣味だった。春は人々の喧騒が遠ざかる夜の公園を愛していた。そこは彼にとって詩作にふける静寂と想像の息吹が満ちている場所だった。春は公園の桜の木の下で、ふとした瞬間に春の訪れを感じた時のことを読んだ詩を思い出す。冬の寒さがまだ残る朝、彼は自分の息を白くして微笑む。芽吹きの予感を風に乗せ、ひそやかに春は足音を響かせる。彼の心はその小さな変化に敏感で、それを言葉にすることで自分だけの世界を紡ぎ出していた。詩は彼にとって日々の生活の中で感じる様々な感情や季節が持つ独特の美しさを表現する手段だった。春は詩を通じて読む人の心にも春の訪れを感じさせたいと願っていた。そしてその願いは彼の詩に込められた言葉一つ一つから伝わってくるのだった。冬の寒さがまだ残る朝、息を白くして君は微笑む。芽吹きの予感、風に乗せて、ひそやかに春は足音を響かせる。春はこれからも日常の中に隠された小さな幸せを見つけ出し、詩を紡いでいくだろう。彼の詩は多くの人々にとって心の中の小さな春を呼び覚ます魔法のようなものなのだ。そしてそれは永遠に色褪せることのない彼のささやかな幸せの源泉となる。雨上がり、公園の木々は水滴をまとい、輝くように見えた。春はそんな光景に心を奪われながらベンチに腰掛けていた。彼の目には雨粒が落ちるたびに世界が新たに生まれ変わるように映った。道を照らす水たまりはまるで今日のように空を映し出し、彼の心にも清らかな感動を呼び起こした。虹がかかる瞬間を見逃さないように春は空を見上げた。そしてそこには希望の色が広がっていた。
彼はその美しい光景を言葉にすることで、読む人にも同じ感動を共有させたいと願った。雨上がりの公園で見つけた虹は、彼にとって日常の中の小さな奇跡だった。雨上がり、世界は現れて、道を照らす水たまりは鏡のよう。空を見上げれば虹がかかり、希望の色が心を満たす。春はこの詩を通じて人々の心に平和と喜びをもたらすことができた。彼の詩は読む人の心に静かに寄り添い、日常の中での小さな発見や感動を言葉の力で伝えていくのだ。そしてそれは彼にとっても大切な幸せの瞬間なのである。夜、静寂が街を包み込む時間。春は海辺の道を歩きながら心の中の喧騒を鎮めていた。星空は無限の広がりを見せ、波の音はリズミカルに繰り返される。彼はその瞬間瞬間を大切にし、日常から離れた平穏を感じていた。夜風が彼を誘うように、春は海岸線に沿って歩を進める。星々が瞬く中、彼は自分だけの時間を楽しんでいた。心の中の喧騒が静まり、彼の思考はクリアになっていく。夜の海は彼にとって最高の癒しを提供していた。夜風が誘う静かな時間。星空の下、繰り返される波の音。心の中の喧騒を沈めてくれる夜の海は最高の癒し。この詩は春が夜の海辺を歩いた時の心の平穏を描いたものである。彼はこの詩を通じて読む人にも同じような平和と静けさを感じてもらいたいと願っている。そしてそれは彼にとっても日常の中で見つけた小さな幸せの一つなのだ。秋の日は公園を金色に染め上げる。春はそんな景色を眺めながら深い思索にふけっていた。木々の間を渡る秋の光は彼の心に温かな手触りを感じさせる。彼はその光が葉を通して輝く様子を言葉にすることで読む人にも同じぬくもりを感じてもらいたいと願っていた。公園のベンチに座り、彼は秋の日の終わりを静かに見守る。金色に輝く夕日は心に穏やかな余韻を残し、日々の忙しさを忘れさせてくれる。春はその美しさを詩に込め、秋の光の中で感じた平和と喜びを表現した。秋の光、葉を通して木々の間を渡る暖かな手触り。金色に輝く一日の終わり、心に穏やかな余韻を残す。この詩は秋の日の公園で感じた夕日の美しさを綴ったものである。春はこれからも季節の移ろいの中で日常の中に隠された小さな幸せを見つけ出し、詩を紡いでいくだろう。そしてそれは彼にとっても心の中の小さな秋を呼び覚ます魔法のようなものなのだ。冬の訪れとともに街は静かな白い帳を引き下ろす。春はその変わりゆく景色を窓から眺めていた。雪が静かに街を覆い、すべてを包み込む冬の静寂。彼はその静けさの中で心の奥深くに響く平和を感じ取る。足音一つ響く夜に彼の心は真の平和を求めていた。公園のベンチに座り、初雪を見つめる春。彼はその美しい光景を詩に込め、冬の静けさを表現した。雪の下に隠れた生命の息吹を感じながら、彼は新たな詩を紡ぎ出す。心が求める平和がここにあると、彼は確信していた。雪が静かに街を覆い、すべてを包み込む冬の静寂。足音一つ響く夜に、心が求める平和がここに。この詩は冬の初雪を見た時の心の奥深くに響く静けさを表現したものである。春はこれからも季節の移ろいの中で日常の中に隠された小さな幸せを見つけ出し、詩を紡いでいくだろう。そしてそれは彼にとっても心の中の小さな冬を呼び覚ます魔法のようなものなのだ。枯葉の舞う秋。桜庭誠は朝の光がまだ柔らかいうちに店の前の石畳をほうきで払った。街は静かで、ただ彼のほうきの音だけが小さく響く。
木造の古書店桜庭書房は、京都の古い街並みに溶け込むように佇んでいた。店内には厳選された古本が並び、それぞれが何十年もの時を経て、新たな読者を待っている。そんなある日のこと、秋風がひときわ冷たく感じられる朝、店のドアが静かに開いた。入ってきたのは、薄手のコートに身を包んだ、若い女性だった。彼女の手には、厚めのマニュスクリプトが握られていて、目には、不安げな輝きが宿っていた。すみません。桜庭さんですか？彼女の声は、風に乗って、かすかに震えていた。誠は、ほうきを手にしたまま振り返り、優しくうなずいた。はい、そうです。どうされましたか？私、詩を書いているんです。この度、自分でまとめた詩集を少しでも多くの人に読んでもらいたくて。もしよろしければ、こちらのお店で扱っていただけないでしょうか？彼女が差し出した詩集は、手作りのぬくもりが感じられ、表紙には細やかな木の葉が描かれていた。誠は詩集を手に取り、ページをめくる。そこには秋の風景を繊細に、しかし力強く描いた詩が綴られていた。彼はその場で一節を読み上げた。枯葉が舞うこの季節に思い出すはあの日の静けさ。心に残るは君の笑顔。消えぬようにと願いを込めて。とても素敵ですね。こんなに心に響く詩を書かれるなんて。誠は本当に感動していた。女性はほっとしたように微笑み、誠と共に店の中へと入っていった。これが二人の新たな物語の始まりだった。詩集、枯葉の舞が桜庭書房の一角に置かれてから数週間が経過し、その間に何人かの客が手に取り、熱心にページをめくる姿が見られるようになった。詩集の作者である若い女性詩人、綾瀬ゆりかはたびたび店を訪れるようになり、誠と共に読者の反応を見守っていた。ある雨の降る午後、ゆりかが濡れた傘を持って店に入ってきた。彼女の目はいつもよりも何かを訴えるように輝いていた。桜庭さん、今日は特別なお客さんが来るかもしれません。誠はいぶかしげに眉を潜めた。どういうことですか？私のブログに詩集のことを書いたんです。それが少しバズって、いくつかの文学サークルで話題になっているみたいなんですよ。その日の夕方、確かにいつもとは違う客が訪れた。地元の大学で文学を教える教授や若いブロガーたちが次々と詩集を手に取り、興味深げに話し合っていた。誠はその様子を隅のテーブルから静かに眺めていた。夜になると小さなイベントを開くことになった。ゆりかが自らの詩を朗読し、その後で質問を受け付けるという形式だった。店の中は暖かい照明に照らされ、外の冷たい雨音が心地よい背景音楽のようだった。誠も一編の詩を読み上げた。静かなる秋の夜長、窓辺に灯る一灯、ふと訪れる風の声、運ぶは遠き日の記憶。私が詩を書き始めたのは、とても個人的な理由からです。ゆりかの声は落ち着いていて、しかし情熱的だった。詩は私にとって、内なる声を外に出す手段です。そして、それが誰かの心に届けば、それ以上の喜びはありません。客たちは彼女の言葉に引き込まれ、詩の一節一節に耳を傾けた。朗読が終わると拍手が起こり、何人かが質問を投げかけた。イベントが終わり、客たちが去った後、ゆりかは誠に感謝の言葉を述べた。今日はありがとうございました。桜庭さん。こんなにたくさんの人が私の詩に耳を傾けてくれるなんて思ってもみませんでした。誠は微笑みながらうなずいた。いえ、こちらこそありがとうございます。あなたの詩が人々に影響を与えているのを見るのは、とても素晴らしいことです。店の中は再び静けさが戻り、外の雨音だけが聞こえる中、二人はこれからの計画について話し合った。彼らの関係は単なる詩集の販売以上のものへと発展していった。秋も深まり、木々はますます色づいていった。詩集枯葉の舞の反響は次第に大きくなり、桜庭誠の古書店も新たな訪問者で賑わうようになっていた。
詩集が評価されるにつれ、ゆりかはさらに創作意欲を高め、誠と共に新たな詩のイベントを企画することになった。ある日、誠とゆりかは、店の後ろの小さな庭で、秋の夕日を背にして、次のプロジェクトの内容を話し合っていた。どうやら、詩集がこんなに反響を呼ぶとは思っていませんでした。誠が言った。次のステップとして、何か新しい試みを加えてみてはどうでしょうか？ゆりかは考え込むように顎に手を当てた。そうですね。詩の朗読会を定期的に開催するのはどうでしょう？それに、参加者からの寄稿も募れば、コミュニティの一部として形成できるかもしれません。誠はその案に賛成した。素晴らしいアイデアです。私たちの店がただの書店でなく創作の場としても機能することで、より多くの人々が集まるきっかけになるかもしれませんね。計画を練り上げるにつれ、二人は地元のカフェと連携を取り、詩と音楽のイベントを開催することになった。このイベントは、秋の詩音と名付けられ、詩の朗読と生演奏が組み合わされる形で展開されることになった。誠自身も、イベントで一つの詩を朗読することにした。迷いながらも歩みを進める、この長い旅路の中で、秋の終わり告げる風が、新たな道を示す。イベントの初回は、地元の音楽家たちが集まり、ゆりかの詩に合わせた演奏を披露した。参加者たちは、一つ一つのパフォーマンスに心を打たれ、その感動は、口コミでさらに広がっていった。これが文学と音楽の融合ですね。イベント後、カフェのオーナーが感激しながら言った。ゆりかさんの詩が生き生きとして、音楽がそれをさらに引き立てています。ゆりかもまた、自分の詩が、こんな形で表現されることに新鮮な驚きを感じていた。誠さん、これは私たちの始めたばかりの旅の新たな章です。これからも、こんな素晴らしい瞬間を共有できるといいですね。誠は、温かいコーヒーを手に、彼女に微笑みかけた。確かに、これは始まりに過ぎません。私たちの活動が、この街に新たな文化を築く一歩となるでしょう。秋が深まるにつれて、詩と音楽の夕べ、秋の詩音は地元の人々に愛されるイベントとなり、その人気は京都の外にも広がっていった。桜庭誠と綾瀬ゆりかの試みは、単なるイベントを超え、人々の心に深く響く文化的な交流の場となりつつあった。ある日、ゆりかが誠の店にやってきたとき、彼女の手には何枚かの手紙が握られていた。誠さん、見てください。これ、他の都市からの招待状です。私たちのイベントを他の場所でも開催してほしいという依頼が来ています。誠は手紙を一通一通読みながらうなずいた。これは素晴らしい機会ですね。しかし、私たち二人だけで、これを運営するのは難しいかもしれません。ゆりかは、そんな誠に提案をした。そうですね。では地元の大学と連携して、文学と音楽の学生たちにも参加してもらうのはどうでしょう。それによって、新たな才能が開花する場も提供できますし、プロジェクトの規模も拡大できるかもしれません。提案に賛同した誠は、すぐに行動に移った。二人は近くの大学と連絡を取り、このプロジェクトに興味がある学生たちを招き入れた。学生たちは自分たちの作品を披露する機会に熱心で、多くがこのプロジェクトに参加を希望した。数週間後、初めての地方での秋の詩音が開催された。場所は古都奈良の歴史的な公園で、紅葉が美しい季節に合わせて行われた。イベントは地元の人々だけでなく、遠方から訪れた観光客にも大きな感動を与えた。その際、誠が新たな詩を朗読した。遠く離れても、この秋の空の下、結ぶ思いは、紅葉のように深く、心の中で静かに燃える、永遠の炎。本当に感謝しています。このような素晴らしい場を与えてくれて。音楽を担当した学生の一人が、イベント後、ゆりかに話した。私たちの音楽が詩の世界をさらに豊かにしていくといいなと思います。ゆりかは、その言葉に心からの喜びを感じていた。これは、ただの始まりに過ぎません。私たちの詩と音楽がもっと多くの人々の心に届くことを願っています。
イベントが成功を収めるにつれ、誠とゆりかは、さらに多くの地域で、秋のシオンを開催する計画を立て始めた。彼らの取り組みは、詩と音楽を通じて、人々をつなぐ橋となり、多くの人々に、新たな発見と感動を与えていった。時は流れ、桜庭誠と綾瀬ゆりかによって始められた秋のシオンは日本全国にその名を知られるイベントとなり、多くの人々がその魅力に引き寄せられた。それぞれの地域で開催されるたびに新たな詩人や音楽家が発見され、彼らの作品が多くの人々に感動を与え続けた。京都の古書店桜庭書房は今や詩と音楽の愛好家が訪れる聖地のようになっていた。誠とゆりかは、その成功を背に、新たなプロジェクトに取り組むために、時々別行動を取ることもあったが、二人の絆は、それで一層強まるばかりだった。ある晴れた秋の日、誠とゆりかは、久しぶりに二人で古書店の小さな庭に座っていた。彼らの周りには、金色に輝くイチョウの葉が舞い、穏やかな風が、二人の話し声を運んでいった。ゆりかさん、これからも新しい詩集を書き続けますか？誠が静かに問いかけた。ゆりかは遠くを見つめながらゆっくりとうなずいた。ええ。もちろんです。でも、詩を書くことだけではなく、これからはもっと多くの人に詩の楽しみ方を教えたいんです。それが私たちが始めたことをさらに広げていく方法だと思います。誠は微笑み、手を広げて落ちてくるイチョウの葉を一枚掴んだ。私たちの始めたこのプロジェクトが、こんなにも多くの人々に愛されるようになるとは、思いもよりませんでした。ゆりかさんの詩が、新しい世代の創作者たちに、どれほどの影響を与えているか、それを見るのは、本当に感動的ですね。夕日が店の古い木造の壁に、柔らかい光を投げかける中、二人は、これからも、文学と音楽が織りなす、美しい世界を支えていく決意を新たにした。そして、そこには常に、詩と音楽が共に語り合う場があることを、誠とゆりかは確信していた。誠が詩を一節朗読した。時の流れの中で、私たちは出会い、詩と音楽が紡ぐ永遠の物語。冬の暖炉辺で、サキがカフェの扉を開けた瞬間、冷たい風がふわりと室内に流れ込んだ。外はまだ薄暗く、湖畔のリゾートタウンは静かに冬の朝を迎えていた。彼女は手早く店内の明かりをつけ、小さな暖炉に火を入れた。木がクツクツと音を立てる中、ほどなくして部屋は暖かさで満たされ始めた。今日はカフェ、湖畔の詩のオープン初日。サキは店内を見回しながら、テーブルのセッティングを最終確認した。壁には手作りの詩のフレームが並び、それぞれが静かに訪れる客を待っているかのようだった。開店時間ちょうどにカフェのドアが優しくノックされた。サキが扉を開けると、そこには銀白色の髪を持つ老紳士が立っていた。おはようございます。寒い中、お越しいただきありがとうございます。とサキが挨拶すると、老紳士は微笑みながら、この冷たい空気が何とも言えず心地よいね。と答えた。彼はカフェの中央にあるテーブルに腰を下ろし、窓の外を眺めながら、ここの景色がとても気に入ったよ。湖は詩人の心を映す鏡のようだ。と話し始めた。サキは彼にメニューを渡し、おすすめのホットアップルサイダーを勧めた。老紳士はそれを受け取り、しばし沈黙の中で暖を取った。会話の中で、サキは彼がかつてこの地域で知られた詩人であることを知った。老紳士はカフェの暖炉を指さし、君の暖炉はとても素敵だ。私が書いた詩を一つプレゼントしたい。と言い、革バッグから一枚の紙を取り出した。サキは詩を受け取ると、一読し、感動に包まれながら、朗読を始めた。凍える湖の静けさに、明かり一つ優しく揺れて、心温まる場所を求めて、冬の旅人はここにたどり着く。老紳士はゆっくりと立ち上がり、店を後にした。
残された紙には、冬の湖と共に過ごす、静かな夜について、綴られていた。彼の言葉は、サキの心に深く響き、これから始まるカフェでの日々に、新たな意味をもたらすものだった。湖畔のリゾートタウンの冬祭りは、毎年この小さな町の最大のイベントだった。サキのカフェ、湖畔の市も、祭りに合わせて、特別な準備を進めていた。彼女は、地元の素材を活用した限定メニューを考案し、カフェを訪れる人々にとって忘れられない体験を提供しようと決意していた。祭りの1週間前、街はすでに賑わいを見せ始めていた。サキは朝早くからカフェを開け、暖炉に火を入れながら、その日の仕事を計画した。彼女は地元の農家から直送された新鮮なリンゴで、アップルパイを焼き、自家製のジンジャーティーを仕込んだ。カウンターには手作りのマフィンやクッキーが並び、暖かい光に照らされていた。祭りが近づくにつれ、カフェには地元の人々だけでなく、観光客も訪れるようになった。サキは来店するお客さんにカフェの特製ドリンクを勧めることを忘れなかった。ある寒い午後、カフェには一組の家族が訪れた。彼らは雪景色を楽しみながらカフェで温まりたいと言って窓際の席に着いた。サキは彼らにホットチョコレートとアップルパイを提供し、その家族は心から喜んでいた。祭りの前日、サキは地元の木彫りの工芸品をディスプレイとしてカフェに加えた。これは地元の職人が作ったもので、祭りの来場者にこの地域の文化を感じてもらうための一環だった。彼女はカフェの入り口に冬祭りを祝うバナーも掲げた。そして祭りの当日が明けた。街中が期待でざわついている中、サキはカフェのドアを開けると同時に多くの人々が入ってきた。彼女は笑顔で迎え入れ、準備しておいたスペシャルメニューを前に、忙しくも楽しい一日が始まった。祭りの特色である氷彫刻の展示や地元のバンドによる生演奏が行われ、カフェは一日中活気に満ちていた。夕方になり、祭りのハイライトである花火が湖上で打ち上げられた時、サキは一息ついてカフェの中央で静かに詩を朗読した。この詩は祭りの喧騒を通じても変わらぬ冬の静けさを称えるものだった。雪の静寂に包まれて、湖は凍りつく夜に、星たちが舞い降りる、きらめく氷の上で。この詩を背景に、花火の光が湖を照らし出す様子は、訪れた人々に深い感動を与えた。サキは、この日の経験を胸に、明日もまた新たな一日を迎える準備をした。冬祭りの余韻がまだ街に残る中、サキはカフェの日常に戻りつつあった。冬の朝はいつもより明るく感じられ、彼女は新たな活力を持って仕事に取り組んでいた。しかし、その平穏な日々は突如として訪れた冬の嵐によって一変する。ある日の午後、予報にもなかった大雪が湖畔の街を襲った。突然の雪により多くの観光客が外出を控えることになり、通りは急速に静まり返った。サキはすぐにカフェの窓と扉を確認し、暖炉にはさらに焚き木をくべて室内を暖かく保った。外の雪はますます強くなり、みるみるうちに道は白く覆われていった。サキはこんな時に外にいる人がいないか心配になり、ふと窓の外を見た。そこには雪に足を取られて動けないような人影が見えた。彼女は迷わず街灯を手に取り、店を飛び出した。外は予想以上に寒く、吹雪で前がほとんど見えなかったが、サキは声をかけながらその人影に近づいた。すると、それは地元の老人で、近くの家までの帰路で困っていたのだった。サキはすぐに老人の腕を取り、カフェまで引き返した。カフェに戻ると、サキは老人を暖炉のそばに座らせ、暖かいブランケットとホットティーを提供した。その後、他にも外にいた数人が寒さから逃れるためにカフェに避難してきた。サキは彼らにも同様に温かい飲み物と食べ物を提供し、できる限りの心遣いをした。この突然のトラブルが街の人々を一つに結びつけた。カフェは一時的な避難所となり、集まった人々はお互いに支え合いながら雪が止むのを待った。サキは急場をしのぐために手作りのスープやサンドイッチを作り、みんなで分け合った。
次第に天気は回復し、外は静かになっていった。人々が一つずつ帰路に着く中、サキはカフェの片付けを始めた。彼女はこの日の出来事がどれだけ多くの人々にとって意味のあるものだったかを感じていた。突然の難局にも、この小さなカフェが安らぎの場所となれたことに深い満足と幸せを感じた。夜が深まると、サキは暖炉の前に座り、今日一日を振り返った。外の風がカフェの壁を優しく叩く音が心地よく、彼女は詩を朗読し始めた。吹雪の夜に心が寄り添う。暖炉の光が導く安らぎ。集う者たちの息が白く、この小さな避難所でつながる絆。この詩は、サキとカフェに避難してきた人々の経験を象徴していた。外の風がカフェの壁を優しく叩く音が心地よく、彼女は明日もまた新たな一日が始まることを静かに楽しみにした。冬の終わりが近づき、湖畔の街には徐々に春の兆しが現れ始めた。サキはカフェの窓からその変化を眺めながら、新しい季節の到来に思いを馳せていた。冬の長い間、彼女とそのカフェは多くの人々にとって暖かい避難所となり、多くの絆が深まった場所だった。今、彼女はそれを新たなスタートとして、春にふさわしい変化をカフェにもたらそうと考えていた。まずは内装の変更から始めた。冬の重厚な装飾を片付け、明るい色彩のカーテンやテーブルクロスを選び、店内に春の息吹を感じさせるようにした。壁には地元の花々をモチーフにしたアート作品を飾り、暖炉の周りには新緑の装飾を加えた。メニューも季節に合わせて一新した。サキは地元の農家から仕入れた新鮮な野菜や果物を使い、春野菜のクイッシュやストロベリータルトなど色鮮やかで味わい深い料理を考案した。ドリンクメニューには桜の花を使った限定の桜ティーや新鮮なハーブを使った春のデトックスウォーターを加えた。この新しい試みはすぐに街の人々に受け入れられ、カフェは新しい季節の訪れとともに再び賑わいを見せ始めた。特にカフェで開催されることになった季節ごとの詩の朗読会は大きな注目を集めた。サキはこのイベントを通じてカフェを訪れる人々に心の休息を提供し、同時に詩への興味を深めてもらう機会を提供した。春の朗読会の日、カフェには多くの地元住民や観光客が詰めかけた。朗読会では、サキ自身が選んだ詩を読み上げるほか、参加者も自由に自分の好きな詩を披露した。この日のために特別に作った桜のティーを飲みながら、参加者たちは詩の行間に流れる春の息吹を感じ取り、それぞれが内省的な時間を過ごした。サキは会の終わりに立ち、自らも一編の詩を朗読した。春の訪れとともに、冷たい冬の記憶を溶かすように、花々が息を吹き返し、新たな季節の歌が始まる。朗読会が終わると、多くの参加者から感謝の言葉を受けたサキは、自分がこの街で始めた小さな試みが、多くの人々にとって大きな意味を持っていることを実感した。彼女はこれからも季節の変わり目ごとに詩の朗読会を続けることを決め、カフェが地域社会における文化的な集いの場としての役割を果たすことを願った。春の日が長くなるにつれて、サキは新しい季節の訪れを心から楽しんだ。カフェは彼女の手によって常に新しいアイデアが生まれる場所として街の人々に愛され続けた。春が深まるにつれ、サキのカフェ、湖畔の詩は新たな息吹で満たされていった。サキ自身も冬の厳しい試練を乗り越えた後の暖かな日々に心を開いていた。カフェは彼女が思いを込めて手掛けた内装とともに訪れる人々に安らぎを提供し続けていた。ある晴れた日曜日、サキはカフェのドアを開け放ち、春風を店内に招き入れた。彼女は新しい朝のコーヒーを入れながら、過去の冬に訪れた詩人の老紳士の言葉を思い出していた。その言葉は彼女がこれからも前を向いて歩いていく勇気をくれた。午後には地元の住民や春休みを楽しむ観光客でカフェは賑わいを見せた。子供たちは湖畔で遊びながら時折カフェに戻り、彼らの笑顔が店内に新鮮な活気をもたらしていた。サキはそれぞれの顔を見て回り、
彼らが選ぶお気に入りのスイーツを覚えていた。夕暮れ時、サキはカフェの一角に設けた小さなステージで、春の詩の朗読会を開催した。参加者たちは一編ずつ心に残る詩を朗読し、その一つ一つがカフェの壁にかけられた絵と調和しているように感じられた。サキもまた詩を通じて自らの感謝の気持ちを表現し、以下の詩を朗読した。春風が運ぶ希望の歌。冬の長い夜を越えて、新しい章がここに始まり、心開く場所で物語が織りなされる。私たちの日々は、この湖畔に生きるし、連なる季節の中で、永遠に息づく。詩の朗読が終わると、会場からは温かい拍手が湧き上がった。サキは微笑みを浮かべながら、新たな春の夜が更けていくのを感じていた。そして彼女は知っていた。この場所がこれからも多くの人々にとって憩いの場となり、多くの物語の舞台となることを。